こんにちは、あやはれです。今日はダイエットを始めてから私がスーパーで買わなくなった食品を5つ紹介します。ダイエット以前私はスーパーで買い物をする際、基本的に安さ重視で買い物をしていました。しかしダイエットを進めていく中で少しずつ痩せる食事の知識を身につけ、次第にスーパーで手に取る食品も変わってきました。こういった日々の積み重ねが10キロ減量という結果に結びつく一つの要因になったと思っています。これから私が買わなくなった5つの食品と、それらの代わりに何を買うようになったか、そしてなぜ変えたのかの理由も合わせてお話しします。1.5 回のないように先にお伝えしておきたいことがあります。私が買わなくなった食品は、それを食べたら絶対太るとか体に悪いというものではありません。代わりに選ぶようになった食品の方がよりダイエットを促進してくれると判断して買いました。より効率よく効果的にダイエットをするための参考にしていただけると嬉しいです。初めて動画を見てくださる方に簡単に自己紹介させてください。以前から動画を見てくださっている方は概要欄からスキップしてください。私は昨年4月にダイエットを決意し、運動せずに食事改善のみで2ヶ月で10キロの減量に成功しました。1年半経った今も体重をキープしています。今回の動画は私がスーパーで買わなくなった食品にフォーカスしてお話ししますので、私の基本的なダイエット方法に関してはこちらの動画をご参考ください。まず1つ目、サラダ油です。ダイエット以前はサラダ油をメインの調理油として使っていました。しかしダイエットを始めてからメインの調理油はオリーブオイルを使うようにしています。理由としてはオリーブオイルの方がダイエットを促進する成分を豊富に含んでいるからです。オリーブオイルの主成分であるオレイン酸は脂質や糖の代謝を活性化させる働きがあります。一方サラダ油の主成分であるリノール酸は中性脂肪を減らし肥満防止に効果的と言われていますが、オリーブオイルにもリノール酸は含まれています。結果総合的に見るとオリーブオイルを摂る方がダイエットに効果的だと判断し、調理油を変えました。私はボスコのエキストラバージンオリーブオイルを使っています。加熱調理 OK、 和食に使っても癖がなくとても使いやすいです。購入する際は品質と栄養価の高いエキストラバージンがおすすめです。注意点として、ダイエットに効果的な成分が含まれているとはいえ、オリーブオイルは他の油同様 1g あたり9カロリーあります。摂りすぎには注意してください。私は1食あたり大さじ1を目安に使うようにしています。2つ目、バターとマーガリンです。バターとマーガリンの代わりにギーを購入して使っています。ギーは簡単に言うと生乳を絞ってできたバターからさらに不純物を除いて抽出した純度の高いバターです。ギーを選ぶ理由として、バターやマーガリンにはない中鎖脂肪酸という体脂肪を燃えやすい体質に変えてくれる成分が含まれているからです。余談ですが、ダイエットの油といえばというぐらい有名な MCT オイルはこの中鎖脂肪酸 100% の油です。ギーは中鎖脂肪酸だけでなく奇跡の油と言われるほど栄養価が高い油で、健康面でのメリットも大きいです。ただしデメリットとしてバターに比べて高価であること、そして売り切れであることが多いです。私はいつもアイハーブで購入していましたが、再入荷の通知が来たと思ったらすぐまた売り切れるということがよくあります。ギーが手に入らないときは無塩の発酵バターで代用しています。ダイエットにいいものを選択すると必然的に体にいいものを選択することになります。そして体にいいものはどうしても高価なものが多いです。自分ができる範囲でいいと思ったものはこの先健康でいるための健康投資として私は選ぶようにしています。3つ目、ドレッシングです。私は市販のドレッシングを買うのをやめて、サラダを食べるときは家にある調味料で作るようにしています。理由としては、ヘルシーに食事をしているつもりが実はドレッシングで損しているということにならないようにするためです。しっかり成分表を見て購入している方は問題ありません。ドレッシングは商品によって意外と高カロリーだったり、カロリーゼロなのに糖質が高いものがあります。この損する可能性とドレッシングを自作する手間とを比較したら、ちょっと手間がかかってもドレッシングを自作する方がコスパもよく食事管理もしやすいので、私はドレッシングを買わなくなりました。自作ドレッシングをやってみようかなという方に3つ私の超簡単なドレッシングレシピを紹介します。まず和風にしたいときはオリーブオイル大さじ1に醤油大さじ1、わさびチューブを3センチほど混ぜ合わせて完成。
このわさび醤油ドレッシングはアボカドとの相性抜群です。イタリアンにするならオリーブオイル大さじ1に酢大さじ1/2、レモン汁小さじ1/2に胡椒を少々入れて混ぜ合わせたら完成です。粉チーズを一振りするとさらに美味しく召し上がれます。ごまドレッシングが食べたいときはオリーブオイル大さじ1、マヨネーズ大さじ1/2、すりごま大さじ1を混ぜて完成。私はこのごまドレと韓国海苔の組み合わせが大好きです。4つ目、ハム、ソーセージ、ベーコンです。これらの加工肉を購入するのをやめて加工されていない生肉を選ぶようになりました。理由は大きく2つあって、1つ目に加工肉は脂質が高く高カロリーなものが多いこと、そして2つ目に加工肉に含まれる添加物を摂りすぎると消化吸収する肝臓の負担になって基礎代謝が低くなってしまう可能性があるからです。この基礎代謝が低くなってしまうことについてもう少し説明すると、私たちが生きているだけでカロリー消費される基礎代謝というものがあります。実はその基礎代謝のうちの 27% が消化吸収の働きをする肝臓で消費されます。肝臓の負担が少ない食事をすれば肝臓がよく働き、エネルギーが最大限消費されます。反対に肝臓の負担が重い食事をすると働きが鈍くなり、1日に消費されるカロリーが低くなってしまいます。生きているだけで消費してくれるカロリーは最大限に活用したいので、できるだけ肝臓に負担のかからない食事をするというのも食事痩せるダイエットのポイントです。とはいえ加工肉を完全禁止としてしまうと無性に食べたくなってしまうので、食べたい時は無添加のものを選ぶようにしています。5つ目、白砂糖です。私は白砂糖の代わりにラカント S か蜂蜜で代用しています。白砂糖をやめた理由は血糖値を急上昇させ、余った糖を脂肪として蓄積しやすいからです。同様の理由で私は白米と小麦粉製品もやめました。ただあくまで摂りすぎるという話なので、例えば調理に使う小さじ1杯の白砂糖にまで敏感になる必要はありません。外食やコンビニだと白砂糖が入ってない食品を選ぶのはかなり難しいので、私は自分が家で自炊する時ぐらいは避けるようにしようと思い、代用品のラカント S や蜂蜜を使っています。ラカント S はラカンカという果実から抽出した自然な甘味料で、糖が体に吸収されずほとんどが尿として排出される優れもの。また蜂蜜は糖質は高いですが栄養価も高く消化吸収を助ける働きもするので、私はちょっと甘いものが食べたくなったらペロッと舐めたりヨーグルトにかけて食べたりします。今回商品した5つの食品に共通するのは、添加物で美味しく加工されていたり、食べやすいように精製したり、原材料に何かしら手を加えて作られたものがほとんどです。こういった加工食品を完全に避けて毎日の食事をすることは難しいですが、できるだけスーパーに行った時は目で見て原材料がわかるものを選ぶようにしています。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。引き続きコメント欄やインスタグラムなどで質問やリクエストをお待ちしています。